おだすこちこんばんポテト今日もネタぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、瞬発力でどう違うのかやっていきたいなと思います。今までもですね、この瞬発力何度もやってきたんですね。で、何度も結果出せてなかった。あんまりね、こうなんか思ったような結果じゃないっていう感じかな。使用感良くなるっていうのはなんとなく感じてはいるんですけど、なんかこうね、やっぱ目で見て分かるようにしたい、やっぱ検証している身としてはやっぱね、そういう形にしていきたいわけですね。で、一つね、やり方思いついたんで、今日はそれをやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させて、検証していきます。1秒間60個、ゴールラインのね、奥まで動いてですね、自動的に戻ってきたところからスタートしていきます。ここが結構大事かなと思います。で、ペナルティエリアラインまでの、時間を測っていきたいなと思いますっていう感じですかね。このスタートラインがね、結構やっぱ、ブレてたので、なかなかうまくできなかったんじゃないかなというところですかね。今回ですね、そもそも瞬発力で本当にここに変化が出るのかっていうことをまず確かめていきたいなと思います。で、というのもですね、今まで検証で、この瞬発力の検証でね、あんま成功したことないんですね。なので、そこをね、この変化がちゃんとここで見られればですね、この先のいろいろ検証につなげていきたいなと思います。で、使っていく選手なんですけども、この2人、パーリーとネイマール、この2人を使ってですね、瞬発力変化してやっていきたいなと思います。まずはトーマス・パーリーからやっていきましょうということで、スピード76の瞬発力68ですね。これが基準のタイムにはなっていくかなっていうところなんですけども、はい、見ていただきました。ということで、2秒の20何コマかな。で、この矢印が出た瞬間ですね、これを0秒として、0秒0コマとしてやっていってますよっていう感じです。で、そうですね、これで瞬発力を上げてですね、変わるのか見ていきましょう。はい、トーマス・パリを限界まで上げてきました。瞬発力95ですね。スピードは変わらないです。でも見てても結構足の回転速いかも。そう感じるだけかな。はい、見ていただきました。速くなってる速くなってますね。これは確実に速くなってる。よかったただですね、ちょっと安心したくないのは、今までもね、なんか結果が出てるようで他の選手だったら出なかったみたいなこともよくあったんですよ。なのでちょっと安心はしきれないので、ちょっとネイマールで確かめていきましょう。まずは初期値82の状態ですね。ここでまず見ていきましょう。スピードも82なんで、速いかなとは思うんですけども、はい、見ていただきました。なんかめっちゃ速いのありませんでしたなんか一つだけすごく異様に速いのあったんだけども、それはそれとして、さっきより速いのはスピード数値の差なのかな、そんな感じはしたかなと思いますけども、瞬発力上げるとどうなのか見ていきましょう。今度は瞬発99まで上げてきました。これどう変わるかなって感じですが、はい、見ていただきました。ということで、こっちもっと速いのあったねちょっとめちゃめちゃ速いのあったんですけど、ちょっとそれはまた詳しく見ていくんですが、少なくともですよ、全体的に速くなってる。結果出ましたよかったはい、ということで、さらにちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、ちょっとね、詳しく見ていくんです。で、まずデータから見ていきましょう。こうなりました。はい、これね、ダッシュの時と見方は似てるんですけど、この縦軸が2秒の何コマかっていう表示になってますよって感じです。で、この青い四角がね、それぞれの記録になるんですけど、トーマス・パリからいくとね、確実にこうね、速くなってる、全体的に速くなってるの分かるかなと。で、ネイマールも速くなってはいるんですけど、若干ちょっと緩やかな、伸びになってるかなっていう感じですかね。最高速と最低速を見ていくと、どっちも10コマ程度はね、速くはなってたりはしてるのかなっていう気はしますけどね。で、あとはちょっとね、もうちょっと詳しく、ちょっと見比べていきたいなと思います。まずはですね、異様に速かったやつありましたよね。これね、異様に速いやつの法則というか一つね、ありまして、ちょっと見つけてきたんですけど、これでした。はい、こちらですね。上が
速くない時なんですけど、下が速い時わかりますかね。微妙に半身なんですよ。体がねちょっと前向いてるの、これユニフォームの背番号の感じとかでわかるかなと思うんですけど、左足がねちょっとこっち向いてるというかね。なのでその分ですね、一歩目とかがちょっと速かったりするんですよね。なのでパーリーの速い時もみんなこんな感じでした。はい、漏れなくこんな感じでしたね。っていう形で、それが結果ですね、こんな感じで、もうこの時点でもう一歩ぐらい速くなってますからね。はい、そんな差が出ているということが分かりました。でもう一つですね、スタートが同じ半身じゃない状態ですね。で、純粋な比較を見ていきたいなと思うんですけども、上が99の時ですね。はい、こんな感じ。パッと見るとねちょっと分かりにくいかなと思うんで、ゆっくり見ていくと、これ一歩目分かりますかね。一歩目がだいぶ差が出てるの分かりますかね。上の方がもう一歩目終わって次の2本目に入ろうとしてるところで、下の方はまだ一歩目っていうような状態で、この後は意外にそんな変わんなかったかな。なので一歩目がかなり大きな差が出てるんじゃないかなっていう感じしました。で最終的なゴールでいくと、このくらいといえばこのくらいの差しかないんですけど、そんな感じでしたね。というところで、今日は結論です。瞬発力で大きな差が出るのは一歩目だけど、走り始める体勢も大きく影響するとします。はい、ということで、いろいろ見ていただきましたけども、いやどうですか。ちょっと個人的にはだいぶ腑に落ちてはいるんですけど、やっぱ1歩目2歩目あっても2歩目ぐらいまでの効果が大きいんじゃないかなと思いました。だからこそですね、ダッシュ測定の時もあそこまで走れば関係ないっていう感じになったのかなと思います。であと皆さんの中でやっぱ入力した後反応までの時間が違うんじゃないかとか思った方いるんじゃないですかね。と思って一応見比べてきました。一応ね結果から言っちゃうと実はねもうバラバラでした。はい、要は関係なかったというか変わんなかったが正しいのかなと思うんですけど、実際こう入力した部分をねちょっとね揃えてみたんですけど、入力してから矢印が出るまでの時間ですね。上が瞬発力99のネイマールなんですけど、ほら見てくださいね。もう下の方が早く出ちゃってるんですね。はい、なのでこれは一概にねその時によって結構バラバラでした。上の99のが速くなる時もあればっていう感じでしたね。であとは入力矢印が出てから丸が大きくなるまでの時間とかねいろいろ測ってみたんですけど、ここもねだいたい20コマ、左がパーリーで右がね99のネイマールですけど、ここもね変わらず基本的には変わらない。1コマ2コマ上下する時あったんですけど特に変わらないですね。はい、そんな感じになっていきましたよというところですね。なのでこの辺は違いはなかったということですね。はい、なので1歩目が大きく違いが出てくるのかなと思いましたね。でそう考えてくると結構ディフェンスの時のね方向指示っていうのはかなりシビアなんだなっていうのはちょっとねちょっと考えすぎかもしれないけどちょっと思いましたね。ちょっとした体重のこの足の方向の違いによって結構4コマとか差が出ちゃってたので、そんな違いはあるのかなと思いました。でまた考え方によってですね、このデータを見ていくと要はですねスピードが遅くても結構瞬発力でどうにかやれそうな瞬間ありそうじゃない？っていうのはちょっと思います。瞬発力自体があればねどうにかなんじゃないかなみたいなね。ちょっとその辺の詳しいところはですねまた、今後ね検証していきたいなと思いますので、今日の動画が良かったら参考になったら面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後雑談をしてね終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いやー一つね結果目で見える形で分かってよかったなよかった本当に。ただその一方でねまだまだいろいろ謎はいろいろあって、思ったよりねネイマールの方伸びなかったなとかね、でそのスピードの違いで結構変わるのかとか、あとはディフェンスセンスで変わるのかとかね、この辺もまたやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとねメンテの時に出せるかどうか、出せなかったらごめんなさい。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね瞬発力についてやってきました。いや一つね見えたのは良かったな。今後のいろいろ検証につながってくるのでまた、こんな形でねいろいろやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。